ロボット掃除機から取り出せちゃったよ。スティックにも変身。3種にトランスフォームするロボット掃除機が車でも使えるらしい。なんじゃと？いやあ、皆さんこんばんは、七草です。今日の製品は面白いです。こちらなんとね、アンカーさんからものすごい次世代掃除機が出ますよということで送付いただきました。その名も Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 という1台3役のロボット掃除機が登場しました。もうね、名前だけで今までの概念を覆すようなロボット掃除機だということが想像できますね。あ、でもちょっと待って、アンカーさん、七草にこれから発売する最新のロボット掃除機を送ってくるなんて、このチャンネルちゃんと見てる？と思ったのは一瞬でした。なんとこのロボット掃除機、車でも使えるんです。アンカーさんちゃんと見てくれてました。いやー、よかったよかった。むしろぜひ車で使ってみてくださいということでしたので、これはワクワクが止まらない本日発売のこちらの製品、先行レビューという形でしばらく使ってみたので、どういうものなのか一緒に見ていきましょう。また最後の方に視聴者限定のお得な情報もお伝えしますので、よかったらぜひ最後まで見ていってください。すでにお使いの方も多いと思いますが、アンカーは世界ナンバーワンのモバイル充電ブランドです。世界100カ国以上で累計3600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドであり、 Amazon Japan のこれらの分野で売れ筋ランキング1位を獲得しています。実際に七草も普段からアンカーさんの製品を使っていて、実はね、まだ未開封のものでこれだけストックしています。この何も書いていないのは USB-C ケーブルです。あとこれ、七草は Mac を使っているので、この変換ハブもめちゃくちゃ使ってます。実店舗も結構あるので、お近くの店舗にフラッと寄ってみるのはいかがでしょうか。そのアンカーの中でのスマートホームブランドが Eufy なんです。それじゃあ早速開封しながら見ていきましょう。箱を開けるとまずそこにはクイックガイドが入っていました。ここに設置設定、使用方法などが書かれています。その下、なんだこの透明なやつ。これはステーションパッドといってステーションの下に引くものでした。段ボールを1枚めくると3つに分かれて段ボールが並んでいます。とりあえず取り出していきます。お、これなんか入ってそうだね。当たり前だろ。真ん中はただの蓋でした。一番奥は何も入ってなさそうだね。嘘つけ。嘘です。もちろんなんか入ってます。これはわかるよ。ゴミ箱。惜しい。自動ゴミ収集ステーションだよ。箱の中は以上。取り出しながらこの製品って何ができんのっていうところを見ていきましょう。大きな特徴を3つ挙げます。1つ目、3つの形にトランスフォームする次世代掃除機であること。2つ目、そのどれもがサイクロンによる驚異的な吸引力であること。3つ目、ロボットもスティックも約75日間ゴミ捨て不要。これハンディもです。もうちょっと詳しく説明します。1つ目の3つの形にトランスフォーム、変形するという意味です。この製品1台で3つの役割ができます。まずスティック掃除機。部屋の隅とか気になるところはこれがいいですね。続いてロボット掃除機。もう勝手に掃除してくれるので楽です。そしてハンディ掃除機。これが車の掃除にもぴったりで、ロボット掃除機から取り出して狭いところも掃除できます。例えば基本はロボットに任せて、気になるところだけスティックやハンディで、またはリビングはロボットに任せて、いろいろ物が置いてあるところはスティックでとかね。自分のライフスタイルに合わせた掃除が可能です。2つ目のポイント、サイクロンによる驚異的な吸引力。これね、ロボットでもスティックでもハンディでもサイクロン式で吸引力が変わりません。そして最大3万パスカルという強力な吸引力を持っています。これスティックとハンディが最大3万パスカルで、ロボットでの使用時は最大8000パスカルです。3タイプとも吸引する元のところは同じなので、サイクロンめっちゃ吸引強そう。3つ目のポイント、ロボットもスティックもハンディも約75日間ゴミ捨て不要。こちら3タイプの掃除機のゴミを1台のステーションにまとめて自動収集します。ステーション内にあるダストパックは3リットルの大容量で、これがアンカー調べによると約75日間もゴミ捨ての必要がないみたいです。またゴミが溜まったらダストパックごと捨てればいいので、ゴミ捨て時にゴミが舞う心配もありません。これいいですね。よく掃除機ってゴミ捨てる時にパカって開いて中身を捨てるタイプだと、その時に結構細かいゴミが舞うんですよね。この製品の場合はゴミが溜まったらダストパックごと捨てるので、その心配がなさそうです。しかもゴミをまとめるのは全部自動。こりゃ便利だわ。中身をすべて取り出しました。これで全部です。それでは一つずつ見ていきましょう。まずこちらが本体。両脇のクッションを外します。ボタンのフィルムも剥がしましょうか。ペロン。
でここに赤いボタンがついているんですが、これを押すとね、このように外れます。これがスティックやハンディにもなるんです。外したロボットはこんな感じ。外した状態ではロボット掃除機機能しないので、ロボット掃除機として使うときはこれを戻す必要があります。この取り外したものにバッテリーとサイクロンがありますし、一時的なゴミ収集もこの中にします。このフィルムも剥がしちゃいましょうか。つるっつる。ここ引っかかったね。ここを外して取りましたとさ。ハンディの側面、ここに電源ボタンがあります。1回押しで電源オン、10秒長押しで電源オフです。あとは上部にも物理ボタンがあって、この家のマークは1回押すとステーションに戻す。3秒長押しで自動ゴミ収集の開始。隣の M マークは1回押しで掃除モードの切り替え。エコ、標準、ターボ、最大と吸引力が切り替えられます。3秒長押しでバッテリー残量を表示できます。その隣の再生ボタンは清掃開始と一時停止です。他にも同時押しで Wi-Fi の接続、工場出荷時にリセット、チャイルドロックのオフオンもできます。あとこれ後ほど説明しますが、アプリでも操作できますからね。隙間ノズルはここに収納できます。いろいろ一体化されてるね。側面ぐるっと見ていきましょう。ここの穴から自動ゴミ収集ステーションにゴミが吸い上げられます。はい、そのままぐるっと見ていきましょう。これ今持ち上げてるからタイヤ浮いてますね。はい、正面のセンサーにフィルムが貼ってありました。これは剥がします。デロン。はい、そのまま進みます。もう一つね、ここにも同じようなセンサーにフィルムが貼ってあります。これも剥がします。デロン。次、ひっくり返して裏側見ていきましょう。なんかこういうところにセンサーがついてますね。落下防止とかのセンサーかな。あとね、ローラー。タイヤですね。ロボット掃除機って動いてる途中に持ち上げると止まります。これ今持ち上げてるんでタイヤ浮いてますが、床に置くとタイヤが沈んで回るようになります。タイヤが浮いたら回りません。あとここに回転ブラシがついているんですが、これが前後に回転してブラシに内蔵された櫛が絡まった毛をほぐすことで毛の絡みを除去します。なので毛が絡まないロボット掃除機ということです。ここはくる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 運動神経良さそうで、ここに赤い突起があります。ここには付属のサイドブラシを取り付けます。ただ押し込むだけなんですが結構硬いです。よし、OK。回転して隅のゴミをかき集めます。ハンディで使いたい時は取り外します。バッテリー搭載なのでちょっと重いです。そしてここの口にノズルを差し込むだけ。ここもちょっと硬いです。ハンディで使う場合は親指の位置に電源があるからね。これコンパクトでいいですね。めっちゃ車で使えそう。ハンディで使った場合、ここの蓋を開けて直接ゴミを捨てることもできるんですが、基本的には使い終わったらまたこのロボット掃除機に合体させるだけで自動でステーションにゴミを収集してくれます。細かい砂とかホコリとかあるからいいよね。あとね、ブラシのついたコンビネーションノズルというものもついています。これも同じように取り付けて先端をスライドすればブラシ付きのハンディになります。好きな方を使ってね。次、スティック掃除機見ていきましょう。スティック掃除機、通常のコードレス掃除機としても使うことができます。気になるところはやっぱり手動のスティック掃除機がいいですよね。ロボット掃除機じゃ入れないところもありますからね。これ単体で小さいお子様はブーンブーンと遊ぶことができそうですね。いい子は遊ばないでね。そしてこれが延長ノズル、クリーナーヘッドとつなぎます。で、こっち側に先ほどハンディとしても使っていたこのコードレス掃除機を取り外して延長ノズルと接続したら、これでスティック掃除機にもなるんですね。なんか短くないか？心配いりません。今のは一番短い状態でしたので、好きな長さに1メモリずつ調整することができます。まだ伸びます。最大まで伸ばすとここまで長くなります。結構長くなったね。最大の長さでこんな感じです。長さ調整で困ることはなさそうです。調整はめっちゃ簡単なので好きな位置に合わせてください。クリーナーヘッドは押して外します。本体側はボタンを押してここから外れます。バーではなく根元から。次、ステーション見ていきます。これがダストパック付きの自動ゴミ収集ステーションです。裏はこんな感じで、背面に電源ケーブルを接続する箇所があります。ケーブルをぐるぐるできるガイドもついてますね。左側面には通気口。中身を見ていきます。蓋がパカッと開きます。ここにダストパックがあります。自動収集されるゴミはここに吸い上げられます。で、これが満帆になったら交換しなきゃいけないんですが、これを捨てるときにこの透明なフィルムを引き上げると、ゴミが吸い上げられる入り口にシャッターがされるんですよ。フィルムじゃなくてそのまま持ち上げてしまうと、このゴミが吸い上げられる入り口にシャッターがされていないので、ホコリが舞います。このフィルターを持ち上げることで、ダストバッグ交換時にホコリが舞うことなく捨てることができます。これめっちゃいいね。あとはこの下にフィルターみたいなのがついてますね。
回してロック解除すれば外れます。こんな風になってるんだ。外したフィルターみたいなのはこんな感じ。これでもメンテナンスのところに載ってなかったから触んない方がいいかも。戻します。ダストバッグも戻します。はい、OK。次行きましょう。これがステーションパッドといって、ステーションの下にこんな感じで引きます。なんかそれっぽいのができました。これで掃除が終わったら自動的にステーションに戻って充電されるという形です。はい、とりあえずステーションに電源をつないで充電してみました。充電中。ライトが緑に変わって充電中と言いましたね。音声でも教えてくれます。充電中はここのランプが緑に点滅します。しばらく充電します。よし、まずはこのチャンネルなんでハンディを使って車内の清掃といきますか。電源長押しで電源オンです。ついたね。あとは1回ずつ電源ボタンを押せば吸引力の調整ができます。マックスにするほどバッテリーは消費します。それでは車内で使ってみましょう。車内にやってまいりました。後部座席から見ていきましょう。日中帯によーく見るとこういう隙間に小さなゴミが結構ありますね。こういうところ掃除したかったんですよ。でもこういうところってめっちゃ掃除しにくい。ハンディ掃除機使っていきましょう。ハンディの場合最大で3万パスカルの吸引力があります。このノズルもこういう部分にぴったりですね。結構ねシートの表面にも小さいホコリとか溜まってるので定期的に車内清掃もしたいですね。隙間のゴミは放置しておくとどんどん溜まっていきますからね。気持ちいいなこれ。あら綺麗。ハンディ掃除機を単体で買うんではなくてロボット掃除機を買うことでこのハンディも使えるっていうのがまたいいですよね。ロボット掃除機の一部を取り出してそこを使っているみたいなね。トランスフォームする感じも男心をくすぐられますね。こういうところもね結構ホコリ溜まってるんですよ。もう吸い出すしかないですからね。はい、次運転席に来ました。このフロアマットを吸って掃除してもいいですし、おおめっちゃサイクロンが見えますね。フロアマットは外して車の外ではたいたりすればある程度綺麗にはなるんですが、このマットを外した時のこの下、やっぱりねマットの縁から下に砂とか石とかねゴミがこのようにね落ちてるんですよ。まあフロアマットはどんなに汚れてもこのように外して車の外でねパンパンできるんでまあいいんですが、このマットを外した下、これはもうね吸わなきゃダメですよね。こういうところにもハンディ掃除機めっちゃ活躍します。むしろこれもう車内用じゃないってぐらいめっちゃ活躍します。ハンディでサイクロン式で最大3万パスカル、他にないんじゃないかな。結構ねマット下とかって意外に汚れてるんでここもちょこちょこ清掃しないとですね。あとはシートの下のこの部分、ここもあんまり見ないかもしれませんが結構ねゴミが落ちてる場合があります。こういうところもすぐ綺麗になりました。マット下のこの車の生地ってなんかねめちゃくちゃ吸いにくいんですよ。ですがこの製品はやはりサイクロン式で最大3万パスカルのおかげかめちゃくちゃ綺麗になりました。どうでしょう。いやー綺麗になると気持ちいいですね。これとてもいい。あ、ふと思ったのと以前コメントいただいたことを思い出したんですが、マイナーチェンジ後のアウトランダーシートベンチレーションがつきましたよね。七草シートベンチレーション付きの車に乗ったことがないのでわからないんですが、シート表面の空気を吸い出して蒸れとか熱のこもりを解消する機能ですが、これってシート表面のホコリとかってなんかフィルターとかにどんどんくっついていく感じなんですかね。よくわかりませんが、だとしたら結構こまめなシートの清掃とかもしといた方がいいかもしれませんね。シートベンチレーション使ってみたい。あとはこんなところにも使えます。はい、七草はルーフボックスを取り付けています。ルーフボックスを取り付けている方はここでもかなり使えると思いましたので見ていきましょう。あ、スノーボード積みっぱなしでした。このシーズンは基本積みっぱなしですが下ろしていきます。椅子とかテーブルも積みっぱなしで結構ね雪山でピクニック気分を味わうのも好きなんですよ。で七草のルーフボックスはインナーマットがついているものなのでこのマットの汚れ自体は先ほどのフロアマット同様一旦取り外せば簡単にはたいたり清掃することはできますが、マットを取り外した下を覗いてみると結構ねゴミが溜まってるんですよ。ルーフボックスを取り外すっていうのも結構めんどくさいですし、七草は年中ルーフボックスを必要としているので下ろすタイミングっていうのがねなかなかないんですよ。コーティングする時ぐらいかな。ここが特に溜まってるね。スノーボード終わった後にそのまんまブーツを上に放り込んだりしてるんでやっぱりね砂利とかが溜まってますね。そんな時にもこのハンディがめっちゃ役立ちます。こういうコンパクトで吸引力が強いハンディはめちゃくちゃ役立ちますね。とにかく狭いところをなかなか掃除ができないところものすごく役立ちます。状況に応じてこちらのコンビネーションノズルを使ってもいいですね。やっぱりこれ車用だよね。こういうの一つあるといいね。はい、この一番汚れていた真ん中あたりを掃除しましたがめっちゃ綺麗になりましたね。この奥の方はここからは届かなかったんで逆側を
開けて清掃することになりますが、ちょうど比較できていいですね。右が掃除していなくて真ん中あたりが掃除しています。これは便利。はい、ハンディでの清掃が終わったので家に戻ってきました。結構ゴミが溜まっています。この状況で元の位置にセットします。しばらくすると、起動しました。充電中。ゴミの収集を間もなく開始します。と言い出して動き始めます。ゴミの吸引口は逆向きなので、一旦ステーションから離れて向きを180度変えます。これ見ててすごいなと思いました。全部自動ですからね。はい、向きが変わりましたので、このままバックでホームインします。すると吸引が始まります。吸引音がものすごく大きくなってめちゃくちゃ吸い上げてる感じがします。これが2回ぐらい繰り返されました。ゴミ収集が終わるとまた自動で前進して180度向きを変えます。そして充電位置までピットインするという、そんな感じですね。これがルーティーンです。はい、そしたらいよいよロボット掃除機の機能を見ていきます。そう、ハンディだけではなくてロボット掃除機ですからね。ロボット掃除機の機能も盛りだくさんで、まずは効率的な掃除を実現する iPass レーザーナビゲーション。これがリアルタイムで部屋の形を認識してマップを作成するため、複雑な間取りでも漏れなく掃除することができるんです。まずロボット掃除機を走らせるとマッピングを始めます。これは掃除する部屋の形を学習するためです。ロボット掃除機が通ったルートだけではなく、結構ね、広い範囲で認識していくことに驚きました。こちらの専用アプリが便利で、マップが作成されていく状況や操作や設定も全てアプリから行えるので、このアプリは入れといた方がいいと思います。はい、最後まで飛ばしましたが、マッピングが終了すると部屋が認識されます。これアプリ上部屋分かれてるんだけど、本当は同じ部屋なんだよなとかの修正はアプリ上でできます。またもちろん掃除の予約もできますし、この部屋だけ掃除したい、またここは入っちゃダメとかの設定もできます。次ですが、高密度なレーザーセンサーによる障害物回避機能がすごいんです。これ今清掃中ですが、机の足をうまく避けてその周りを清掃しています。大回りをして避けるのではなく、かなりの近距離または若干触れながら掃除残しがない位置をしっかりと攻めています。あと部屋の角はどうでしょうか。これもしっかりと壁沿いを掃除してくれます。今ちょうど角が来ましたが、通り過ぎちゃうなと思いきや、しっかりとねまた角をキープして、ちゃんとね部屋の隅まで掃除してくれますね。この辺りすごいしっかりとしていますね。あとね、思ったのはロボットが障害物がないと判断したところはまっすぐ進むスピードが結構速いです。効率的に働いてくれてるね。あとは階段とか段差があるところ心配かと思いますが、しっかりと落下防止機能もついていますので、下に落ちてしまうということはありません。実際しばらく使ってみましたが、ナビゲーションや障害物回避性能も良かったですね。あと冒頭でも話しましたが、ブラシに毛絡み除去システムがあるので、毛の絡みで悩まないのがいいですね。ロボットの吸引力は最大8000パスカルです。掃除が終わったら自分でステーションに帰り、ゴミが溜まっていたら自動でゴミ収集、それほどゴミが溜まっていなかったらそのまま充電されます。アンカーといったらモバイル充電ブランド。アンカーの急速充電技術を生かし、約 2.5 時間で満充電可能です。最後にスティックタイプ見ていきましょう。スティックタイプは気になるところやピンポイントで掃除がしたいとき、やはり掃除機の定番はこのスティックタイプですから、通常通りの掃除もできます。もちろんスティックもサイクロン式で最大3万パスカルです。このスティックタイプ、通常はこのように棚かどこかに立てかけるなどしてしまってくださいねとなっているんですが、スティック単品で自立させたい方は別売りで自立可能なスタンドも発売予定です。それがこちら。専用スタンドが欲しい方は参考にしてください。この専用スタンドに立てかける場合は、サイクロン部はロボットに格納することを推奨しています。頭が重たいからね。続いてアンカーさんは保証が手厚いんです。まずは安心の24ヶ月保証。2年間ってめちゃくちゃ安心ですよね。通常は18ヶ月の製品保証ですが、アンカージャパン公式オンラインストアで無料会員登録するとプラス6ヶ月の延長保証がつきます。合計最大24ヶ月保証ということです。次ですが、保証期間後の有償修理に対応。これは保証期間終了後に故障や不具合が発生した場合は有償にて対応しますよということですね。あとはお客様過失、落として壊れたとか蹴っ飛ばして壊れたとかね、そういう保証対象外のことでも有償で受け付けますということです。
次、充実のアフターサービスと交換アクセサリーということで、主に消耗品ですね。ダストバッグとかブラシが悪くなってきたとかあったら、純正アクセサリーを公式サイトや各種 EC サイトで気軽に追加購入することができます。アフターサービスについては、ロボット掃除機は海外メーカーも多いんですが、アンカーは日本語でのサポートが受けられるので安心です。それではここまで見ていただいた方にお得な情報があります。本日発売のこの製品、新発売を記念して初回セールが本日から始まりました。アンカージャパン公式オンラインストアから購入するとめちゃくちゃお得です。セール価格に併用して使えるクーポンがあったりね。また Amazon でも初回セールやってます。それぞれ数量限定でめちゃくちゃお得になっています。詳しい内容は概要欄に記載しますので、そちらをぜひ見てください。お得に購入したい方はお早めに。はい、ということで本日発売の新製品、アンカーのロボット掃除機 Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。ロボット、ハンディ、スティックが一つにまとまった新しい次世代のロボット掃除機だと思います。特にハンディは車内の清掃にぴったりだと思いました。ロボット掃除機としての機能も充実してますので、ある程度の掃除はロボットに任せて、気になるところは自分で掃除する、無駄な家事を減らしていきましょう。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなどアウトランダーでいろいろ試しています。そして自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、便利な掃除機が出たもんだ。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!